おはようございます。ケンです。昨日の動画では、テスラの自動運転機能 FSD が一括購入からサブスクリプションに切り替わっていくという話をしました。その動画に対して本当にたくさんのコメントをいただきました。ありがとうございます。今日はそのコメントをもとに FSD のサブスク化をオーナーや投資家は実際どう捉えているのか、これを整理してみたいと思います。なお、この動画は昨日の動画を見ていなくても理解できる内容にしています。もし、なぜ FSD がサブスク化するのか、なぜ株価が迷ったのか、その背景を詳しく知りたい方は概要欄に昨日の動画も貼っていますので、後から見ていただければ大丈夫です。では、早速コメントを整理しながら一緒に皆さんと考えていきたいと思います。まず、いただいたコメント全体を読んで感じたのは、意見がかなり綺麗に分かれているということです。そしてどの意見も感情的ではなく、それぞれにきちんとした前提や理由があります。今日はどれが正しいのかっていうのを決める動画ではありません。どういう考え方があって、それぞれがどんな前提で成り立っているのか、ぜひ皆さんも自分の意見とは全く違う意見のコメントもあると思いますけれども、ぜひね、多角的な視点っていう視点を持って、いろいろなコメントをね、読まれてみてください。すると自分の頭になかった、そういったこともあるよねっていうのもあるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さん、今日は建設的に多角的な視点を持って、いろいろな方のコメントをね、見てもらえればと思います。ではね、その内容を整理をしていきたいと思います。まず、一つ目の考え方は、使う頻度を基準に考える人です。このタイプのコメントでは FSD は毎日使うものではないという意見です。近所の移動や短い距離の運転では正直そこまで必要性を感じない。一方で高速道路を使う遠出だったり長距離ドライブの時だけあれば便利。だからそういう使い方なら必要な時だけサブスクに入れば十分という考え方です。これはかなり現実的な意見だと思います。毎日長距離を走る人よりも近距離移動が中心の人の方が多いのが日本です。そう考えると FSD を常にオンにして使う前提で考える必要はないという見方は十分に成立します。この考え方が成り立つ前提っていうのは一つだけです。それはサブスクリプションが本当に自由に出入りできるという前提です。ここで出てくるのが次のコメントです。二つ目の考え方ですけれども、サブスクの条件そのものを警戒している人たちです。サブスクだからといって月単位で本当に自由に入ったりやめたりできるのか、一度やめたらすぐに再加入できないとか、そういった制限が将来かかる可能性はないのかというコメントです。テスラはユーザーにとって都合のいい使い方をずっと許し続ける会社なのだろうかという点ですけれども、こちらは本当に確かにそういったこともね、十分考えられるなというのはありますよね。FSD を入れたり切ったり、そういったことをされると、テスラにとってもあまり都合が良くないので、もしかしたら制限っていうのをね、かけてくる可能性もあるんじゃないかなと思います。サブスクっていう言葉から、どうしても自由で柔軟というイメージを持ちがちですが、実際には企業側にとって合理的な条件っていうのが後から追加されることも珍しくはありません。ここは楽観だけで判断するのではなく、一度立ち止まって考える必要があるという指摘になりますね。そしてこの点については日本にいるだけでははっきりわからない部分があります。そこでここで一つ視聴者の皆さんに直接聞いてみたいことがあります。実際にアメリカ在住で FSD をサブスクリプションで使っている方、次ごとの加入や解約っていうのは今のところ自由にできていますか？また一度やめると再加入が制限されるとか入り直しにくくなるような仕様っていうのを体験した方はいらっしゃいますか？もし実体験があればコメントで教えていただければと思います。ここは理論よりも実際に使っている人の声が一番参考になるんじゃないかと思います。ぜひ知っている方はコメントで教えていただければと思います。はい、ではね、ここからの後半では一括購入を資産として考える人、実体験ベースで評価している人、そしてテスラの戦略や株価という視点までさらに整理をしていきたいと思います。
後半を見ていただくと、なぜこのテーマがこれほど意見が割れるのか、その理由がよりはっきりと見えてくると思います。はい。ではね、ここからが今日の後半ですけれども、3つ目の考え方を見ていきます。3つ目は FSD を一つの機能ではなく、資産や権利に近いものとして考える人たちです。このタイプのコメントでは、長く同じ車に乗るのであれば、一括購入の方が結果的に安くなるのではないかという意見が見られました。また、FSD をつけている車の方が中古で売るときに有利になる可能性があるという視点もあります。確かにこれまでは FSD 付きの車は一定の付加価値として見られてきました。その意味では一括購入は単なる出費ではなく将来の価値を含んだ選択と考えることもできます。ただ、ここで一度立ち止まって考えたいのは、その前提がこれからも同じように成り立つのかという点です。FSD がサブスクリプション中心になると FSD を所有するっていう感覚は徐々に薄れていきます。資産としての価値が今後も同じ形で評価され続けるのかっていうのはまだわかりません。だからこそ一括購入が合理的かどうかっていうのは過去の常識だけで判断せずにこれからの変化も含めて考える必要があるんじゃないかなと思います。そして次に4つ目の考え方です。これは実際に FSD を使っている人の体験をベースにした意見です。特にアメリカ在住で FSD を月額で使っている方からはかなり具体的なコメントがありました。バージョンが上がるごとに明らかに挙動が良くなっている。V12 から V14 にかけて運転の自然さが一段上がったと感じている。人間よりも安心できる場面があるという声もあります。こうしたコメントを見ると FSD はまだ早いと一言で切り捨てるのは少し乱暴かもしれません。日本では実際に体験できる範囲が限られているため、どうしても評価が抽象的になりがちです。一方で、毎日使っている人の声っていうのは、理論や予測よりもずっと説得力があります。ここに日本と海外の温度差があることは意識しておく必要があります。そして最後が5つ目の考え方です。これはオーナー目線ではなく、テスラという会社の戦略や株価の動きを軸に考える視点です。このコメントでは、これまでの買い切りとサブスクの併売がむしろ分かりにくさを生んでいたという指摘がありました。それを一本化することで、サービスとしての FSD をよりシンプルにしたかったのではないかという意見になります。株価がこのニュースで不安定になったのは短期的な収益が見えにくくなったからです。ただ、それは戦略が間違っているという意味ではありません。株価は短期を見ますが、企業戦略はもっと長い時間軸で考えられます。FSD のサブスク化っていうのは、テスラが車を売る会社からソフトウェアへとサービスで稼ぐ会社へさらに踏み込んだその一歩とも言えます。そしてここまで5つの考え方を整理してきました。コメントを読んで個人的に感じたのは、どの意見も間違っていないっていうことです。ただ前提条件や時間軸が違うだけで結論が変わっている。だからこそこのテーマっていうのは意見が割れるんじゃないかと思います。一括購入が正解の人もいれば、サブスクの方が合理的な人もいる。そしてどちらを選ぶかっていうのは、その人の使い方と何を重視するか次第じゃないかと思います。最後にもう一度問いを投げて、この動画を終えたいと思います。FSD のサブスクリプションは本当に自由に出入りできるのか、僕は個人的にはここが一番気になるポイントですけれども、皆さんは今日のコメントを見てどう感じられましたか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ではね、最後にもう2つ紹介したいと思います。まず、テントヌ G4M さんです。サブスクでもいいけど EAP 買った人はどうなるのでしょうか？その分月額安くなるとかじゃないと買った意味なくなってしまうというコメントです。確かにそうなんですよね。EAP を契約されている方は今後どうなるのか、確かにここは気になるポイントじゃないかなと思います。このあたりも何かご存知の方がいらっしゃったらコメントで教えていただければと思います。そして Suica2K4 さん、自分が購入した7年前も一時的に FSD の販売を終了していました。ただ個人的には買い切りの FSD がなかったらそもそもテスラ自体を買っていなかったと思います。なぜなら単純に FSD を使う権利が欲しかったのではなく、 FSD が使えるようになるまでソフト、ハードともにアップデートしてくれる約束を変えたかったからです。逆に言えば実際に FSD の提供が開始されたのならサブスクで十分ということですねというコメントですね。確かにもう長くテスラに乗られている方は
このように約束を変えたかったっていう方が多いようにも思います。そして実際に FSD の提供が始まったなら、サブスクで十分という感じなのかもですね。はい、ということで今回は皆さんいろいろな意見をいただきありがとうございました。非常に僕自身も参考になりました。本当にね、ありがとうございます。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。さて、今中古の取り扱いをしていますが、この中古テスラで今のサービスは続けますが、それにプラスしてボクシブと協力してやっていくことになっています。ボクシブの場合はバッテリーの状態もわかりますし、車の状態がわかりやすいんですね。ただ、欠点としては数がまだそこまで多くないというのがあります。一方で僕は中古テスラの情報、オークションでの情報というのをお渡ししています。こちらは在庫としては持っていませんが、数はあります。なので僕のところか、ボクシブで中古テスラを買われるのがいいんじゃないかと思います。また、関東在住の方限定にはなりますけれども、ご自身のテスラを売って、新しいテスラを買おうかなって思われている方、そんな方はボクシブライトニングで車を売られてみてはどうでしょうか。ボクシブの中古売買に関しては、詳細は概要欄に記載していますので、興味のある方はそちらの方をご覧になってください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。